皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。触媒有効係数は触媒反応速度を記述する際に不可欠な反応の特性値です。これは1939年にシーレにより導入されました。触媒有効係数について学んだとき、私は発想の素晴らしさに感銘を受けました。今回は触媒有効係数が何かについて分かりやすく説明します。最初に触媒と反応物が水溶液に混ざり合っている金相系反応を考えましょう。ご存知のように触媒は特定の反応物に作用し、反応の前後でそれ自体変化することなく反応速度に影響を及ぼし、その作用を繰り返し行うものです。金相系では触媒と反応物は常に隣り合わせで存在します。よって関与する現象は反応だけであり、反応速度の大きさは触媒の性能で決まります。次に固体材料の表面または細胞内に固定化された触媒を用いる位相系反応を考えましょう。本反応経緯では触媒と反応物は分かれて存在し、反応が起こるには反応物が触媒の元まで移動する必要があります。すなわち生成物は反応物の移動と触媒反応からなる蓄次過程により生じます。このため反応物が生成物になる時間は反応物が触媒の元まで移動する時間、すなわち移動所要時間と反応物が触媒の作用を受けて生成物となる時間、すなわち反応所要時間の和となります。移動所要時間が反応所要時間に比べて長いならば、見かけの反応速度、以下では実際の反応速度と呼びますが、この反応速度は小さくなります。このような蓄次過程を数式モデルで表すにはどうしたらよいでしょうか。触媒の応用を考えるとき、私たちが一番知りたいのは実際の反応速度です。式を反応速度の様的な形で表すにはどうしたらよいでしょうか。また、反応速度式は実測できる値だけで反応速度を計算できるように構成されていなければ意味がありません。この目的にかなうように考え出されたのが触媒有効係数です。その定義は1式の通りです。すなわち触媒有効係数 EF は拡散のような現象も含めた実際の反応速度 V を反応以外の現象を除外した仮想的な反応速度 V イメージで割った値です。物質生産を目的とする場合、単体の外表面または細胞中に固定化された触媒がその活性をできるだけ最大で発現する条件、すなわち反応所要時間に比べて反応物の移動所要時間ができるだけ小さくなる条件で操作した方が有利です。触媒有効係数または単に有効係数は
このような条件を設定する際に有効な指標となります。触媒有効係数は通常0から1の範囲の値を取ります。しかし場合によっては1以上になることもあります。この例は第5章で述べることにします。EF が1に近い値を取るとき、反応所要時間は移動所要時間に比べて十分大きな状態にあります。このようになるときの条件を反応立則と言います。すなわち反応が全体の時間を決定します。逆に EF が1よりもかなり小さな値を取るとき、反応所要時間は移動所要時間に比べて十分小さな状態にあります。このようになるときの条件を拡散立則と言います。すなわち拡散が全体の時間を決定します。EF が1に近い値であるからといっても、反応速度が必ず大きくなるわけではありません。例えば、同じ正常の2つの単体に触媒をその量を変えて固定化、または単磁したものを使って反応を行うとき、反応速度は固定化量が多い方が大きくなるはずです。ところが、触媒有効係数は固定化量の多いものほど小さくなります。この場合、有効係数と反応速度の増減の方向は反対になります。一方、同じ量の触媒を粒径の異なる単体に固定化する場合、粒径の小さなものほど触媒有効係数が大きく、反応速度も大きくなります。これより分かるように、触媒有効係数の値から固定化された触媒が反応においてどの程度有効に活用されているかを知ることができます。触媒有効係数の導入にはもう一つ重要な意味があります。1式中の仮想的な反応速度 V イメージの式は最初に測定困難な値を含んだ形で設定されます。これを測定可能な値だけで構成される式へ変換します。同様に触媒有効係数も測定可能な値だけの式で与えます。1式から実際の反応速度 V は2式で表されます。これにより実際の反応速度を測定可能な値を使って計算できるようになります。以前の動画で述べたように、数式モデルを構築すると、その中には多分測定困難な値が含まれています。そこで、モデル式が測定可能な値だけで構成されるように変換するのが数式モデリングの原則でしたね。触媒有効係数のアイデアは数式モデルを構築するときの参考になります。第5章で酵素反応を例として触媒有効係数のモデル式への応用を話しますが、最高内固定化酵素反応経緯では式の構造が複雑になり、これに伴って高度な数値計算法の導入が必要になります。この時発生する問題を克服するには、皆さんが触媒有効係数の本質を理解することが必須です。そうすれば、
皆さんもきっと私のように職場有効係数の素晴らしさに感動することでしょう。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。